こんにちは。今日はこのクマ Q を紹介したいと思います。クマ Q はドリームドライブの中では一番大きい車両になっていて、家族での使用や、ペットとの旅行、さまざまなアクティビティに使える車両になってます。中にはすごいしっかりしたデスクもあるので、今流行りのワーケーションなんかもできるようになっています。じゃあバンを紹介したいと思います。こちらはドライビングモードになっています。ディーゼル車の場合は前が2席、ガソリン車の場合は前が3席になります。こちらは今ディーゼル車なので前2席で合計4名定員の車になっています。シートベルトは3点式のシートベルトが入っていて、アイソフィックスもついているのでチャイルドシートもつけることができます。壁側には無段階で調節ができるテーブルのスライドレールも入っているので、このドライビングモードのままここにテーブルを置くこともできます。ベッドモードに展開しました。リアシートのこのファスプシートがフルフラットになることで、下は子供さんとか、大人でも2人ぐらいなら詰めて全然寝れます。で、ドリームドライブの特徴が何といってもこのしっかり寝れるベッドです。で、クマ Q にはこのフルサイズのクイーンサイズのベッドが入っているので、大人2人3人は全然余裕で寝れますし、大人2人と子供1人とかでも全然、ゆっくり寝ることができます。こんな感じでダイネットモードにしてみました。ファスプシートを後ろに向けてテーブルを設置することで、こういった感じで対面式のダイネットモードにすることができます。テーブルはこの無段階のレールがあるのでどこにでも動かすことができて、キッチンとか冷蔵庫もすごいアクセスしやすい場所にあります。で、対面式なのでこういうふうに、雨が降ったり冬の寒い時なんかはもうみんなで中に入ってご飯を食べたりカードゲームとかしたりすることもできます。で、もちろんこのしっかりしたテーブルで、オフィス仕事をしたりワーケーションをしたりちょっとこう車の中で働くっていうこともすごく簡単にできます。キッチンモードにしてみました。まずキッチンモードで個人的に一番好きなのはこの厚みのあるウォールナットの天板です。下には24リットルの冷凍冷蔵庫がついていて、シンクも深みのあるシンクを使っていて水はねとかもしにくいシンクになっています。で、このキッチンの下には収納があって、こういうふうに、これはコーヒーの小物なんかが入ってたり、グレータンクは10リットルのタンクが入っています。で、金具も走行中に開かないようにしっかりとロックがかかる金具を使っています。はい、こんな感じでキッチンモードです。クマ Q のバックドアポジションになります。バックドアを開けたらこんな感じで機能がいろいろ詰まってるんですが、まずここに大きなスペースがあって、比較的大きな荷物とかでもベッドの下に入れることができます。で、この上の天板を外すと、より大きな荷物とかも積むことができるので、ハイエースの機能をそのままに、使うことができます。左側の家具にはこういうふうに引き出し式の収納があって、小物とかもここにきれいに収納ができます。で、ヒンジとかも走行中に外れないマリンロックを使っているので安心です。下の引き出しにはなんとこういうテーブルもついてます。で、家具の左側には電源がついています。こういうふうに USB の電源も取れるようになってます。で、ライトなんですが、ここにライトのスイッチがあって、このライト調光もできるので寝る前に光の調整もできます。で、右側の家具なんですけど、奥にバッテリーシステムが入っています。で、こっちの手前側の扉を開けると19リットルの水のタンクが、これ2個入っているんですが、普通は、標準は19リットルのタンクが1つです。で、ここの水を使ってアウトドアのシャワーなんかもすぐこうつなげて使うことができます。ビーチとかで足が汚れた時とかはこういうふうにすぐにこの水で
洗い流すことができるようになってます。こんな感じでいろいろ後ろにも機能が詰まっているクマ Q の、バックドアポジションでした。はい、今日はこんな感じでクマ Q の紹介をさせていただきました。ダイニングモードとかキッチンとかいろいろ機能が詰まった、クマ Q ですが、気になった方はドリームドライブまで、お越しいただき、ぜひ実車をご覧いただければと思います。よろしくお願いします。